ある物事をめぐって考え方の違うことに対して折り合いをつけるために必要な会話の仕方、話し方、仏教的な交渉術というものがあるならば教えていただけると幸いですと。で問題はありますよ。基本的にね、人間っていうのは正直じゃないんですね。いろんな対話交渉するときに何か情報を隠しておいて、相手に編集した情報だけ出して相手を騙そうとする。相手も必要な情報を隠して編集した情報を出してこちら騙そうと、これ騙し合いの競争になるんですね。だから仏教の交渉の術をね、こんなもう畜生の性格の人間にはね通じないと思いますよ。だから最近ポンペイさんってアメリカのセクレティ、国務長官でしたっけ。国務長官、日本にも来て、初めてインドやらスリランカやらね、なかなか行かないところに行って凶暴なんですね。でだから中国は感化を起こってますけど、我々は力がないんだから何とも言ってないんですが、だから裏でいろんな考えがあってね、それ言わないで、あんた方はアメリカと仲良ししたらどうですかね、あんた方の職割の大半はアメリカが勝ってるんじゃないかっていう、なんかで裏が違うんですね。このインド、スリランカとかそこら辺の国々、日本とか興奮させて中国と戦争を起こしちゃったんですね。だから中国も凶暴だからただで済みませんでしょ。だからアメリカは裏で手を組んで待って利益だけ取りたいと思ってるんですね。だから中国と戦争したければ勝手に戦争しなさいよと。これ日本巻き込む必要ないでしょうに。アジアの国々巻き込む必要ないでしょうに。巻き込むです。巻き込む必要ないでしょうに。しかしディスカッションテーブルでそういうことではないんで喋っているのは。これで中国の反論は We are trying to make friends。 私たちはこの友達を作ろうと頑張ってるんだけど、あなたはプレデターとエイリアンの戦いしようとやってるんだよと。そう簡単じゃないんだと、それはと。だから中国はプレデターと。私は考えたら中国は別に汚いことで言ったってこの悪徳政治家に借金あげてね、縛りつけるだけのことでも別に戦って脅しはないでしょうに。金くれって言ったんだからあげたんです。だから返せというだけでね、返せなかったらといって今日なんとかもしないし、なんとなく中国を応援する羽目になってしまうという、要するに中国から借金取った人々は中国の友人にならなくちゃいかない、もう選択なしだから選んで悪徳政治家にもう借金があげる。あいつら国を開放しないでお金を全部自分のポケットに入れる。だからアメリカは人を助けませんだからね。
でアメリカは原始時代に戻らせているでしょうね。黒人差別、ワイトスプラマシー、これで言ってね、白人至上主義とか、で、これで、だからそれは自己破壊ですよ。しかし、中国が滅びたら、私は世界どうなるのかと。だってこの間私は結んでいくつかの品物買ったんだけど、パケット開けちゃうとメイドインチャイナ。何一つも。ちょっと年寄りだからちょっと体がもう冷えちゃうし、ちょっとファンヒーター買おうではないかと。メーカーは日本ですけどね、ブランドの名前は。箱ではメイドインチャイナ。だから毛布買おうか布団買おうかね椅子買おうかメイドインチャイナ。どうしますかね。外へ出なくちゃいけないんだから、じゃあ総理でも入っていきましょうと。裏見たらメイドインチャイナ。だから世界の人類に人の人も全部中国は一人勝手で作ってるんだからね、そこで今更もう遅いもん。だから中国はもうただの鉄砲一本でももす必要ないんです。いいよ、それだけで。他のどこから買ってだからなんで世界は平等でないかということはね、やっぱりね、私は中国はなんで完全悪人にならなくちゃかんですか。何か悪いことをしたんですかね。だから内政では問題あるのはアメリカでもあるでしょうね。中国では台湾問題、香港問題とか取り上げちゃっても、アメリカに何もないね。完璧平和。なんだこれやと。やはりそういうことはだめで世界人類みんな長くしなくちゃあかんだけど、やっぱりこの交渉するときは一緒だってそういうことなんですね。この肝心な日本でもね、他の誰かと交渉するとすっごく裏でいろんなことが起きちゃうんですね。だから仏教の交渉技術はなかなか心汚れてる世界ではね、うまくいかないんですね。では答え出さなくちゃあかんだからね、世の中の交渉っていうのはどうやって自分が儲かるのかっていうね、自分のプロフィットを重視して考える。そうすると話が壊れるんです。私は月々100万利益上がるんだからあんたこれぐらい買いなさいよと。これぐらい買わなかったら私はどうやって100万儲かるのかと。それって交渉ですかね。自分の利益だけ出すんですね。だからこの自分が100万利益得たって気持ちあるならばね、置いといて、やっぱりだから自分が難しいね、これ喋るのは。とにかく問題点をテーブルの上に出してプラスマイナスを相手と話すことなんですね。
だから相手側もね、じゃあこうしたらあなた方はにとってはまずいねとかね、こちらもこう状態だったらそちらでもちょっとまずい状態ねとかね、そうやってこの話が進むのは、これ相手のことを心配する。相手がいて自分の商売が成り立つ。でそういう気持ちがあればなんとかになるんですね。これで日本のやり方はもうお酒飲ましちゃうんですね。相手お客様だから大事にとか、それはあまり交渉的にあんまりよくないではなくてね、そんなにすごいもう勝てるトランプカードじゃないんです。そんなのは普通の常識トランプカードにならないんですね。だからあんたこの品物をね、すぐすぐ100個買ってもらいたいんだけど、であなた方の場合でも100個買っちゃったら、あなた方の商売もこういうところで、困りますねとかね。だからそこら辺でなんとか整理整頓すれば、100個買えるしね。それであんた方の商売を拡大するし、私にとっても100個品物を売れるんだからね、うちの会社も安心やと。それでも疑いがなければもう共存できないことになってるんですね。だから自分の利益を考えると心は汚れるんです。相手のことを心配すると心は清らかになるんです。清らかになると頭が冴えてくるんです。だから商売繁盛は自分の会社だけではなく、相手の会社の商売繁盛のアドバイスをできるようになっちゃうんです。これで切っても切れない関係が生まれるんです。関係は切っても切れないと言ったっても、別に糸で結んでるわけじゃないんだからね。とにかくそれはどうでもいいんだけど、交渉の場合はやっぱり順番でこのカードゲームみたいに全部順番で出さなくちゃいけないんですね。カードゲームでもやっぱり敵を倒すゲームだからね、よりないんです。あの人は8を出したがってるし、この場合私は他のローバリューのカードを出して負けて次に大手を出す。それはからくりやらなくちゃあかんですね。だから私もこれ単純なカードゲーム子供たちとやったことがあるんだけど、やっぱりもうそう嫌になるんですね。だから子供は楽しがってるかもしれませんけど、子供相手にもう相手を倒すゲームやってるんだから倒したくないんです。でもカードやるならば自分が勝たなくちゃいけないんです。だから相手子供だけど録音もいるんで、先に強いカードだったりして、でそれでこちら先でいいやと負けてあげて、最後にドカーンと全部取り上げちゃうというね。だからこのカードゲーム世界とは違うんだから、なかなか仏教的な公職術はね、なかなかね難しい。で私が個人的にいろいろ話したりする場合は、私はこの相手の話にもそれなりの理由があるというスタンスで喋るんです。だから最初から私は自分自身で相手を否定できない状態を作るんです。
否定できない状態を作って2人で正しい答えを導き出すんです。時々最初からの正しいことを知ってる場合もあります。しかし相手は理解しないんだから。そこまで順番で持っていくんで話を。順番で相手と一緒に進むためには、あんた初めから間違っていますよとって言っちゃうと、これから進まなくなっちゃうんですね。それならすごい冗談で、あんた初めからスタート時点で違うところに立ってますよと。これではもうゴールに行けませんよと言えますけど、その場合はそんなに、真剣ではなくなっちゃうんですね。そういうことで、とにかく利益は自分も他人も得なくちゃいけないというね。幸福になることは自分も他人も得なくちゃいけないとかね。中国はこのよく世間に広まったプレイス狩りまでウィンウィン状態ね。でウィンウィン状態作らなくちゃいけないんですね、交渉は。だからそれ政治的に言うとウィンウィン状態、また口先だけのあれになりますからね。だからそうじゃなくて真剣にウィンウィン状態作った方が仏教的なんですね。はい、ありがとうございます。